もし定年前にそれをやってなかったら、正直今は厳しかったと思います。こんにちは、望月です。リタイア生活4年目、64歳です。おかげさまで今は穏やかな退職年金生活を送っています。でもリタイア前は本当に食べていけるのか、社会とのつながりが消えるのではないかと結構心配しました。しかし今はっきり言えます。リタイアは終わりではなく自由へのスタートです。今日はリタイア前にやっておいて本当に救われたと感じている5つのことを振り返りたいと思います。1つ目はお金の不安を具体的な数字に変えたこと。定年が近づくと老後資金にいくら必要？みたいな言葉に踊らされがちです。最初はなんとなく大丈夫だろうと考えてましたが、むしろ考えれば考えるほど不安が増えてきたんです。そんな時、経済コラムニスト大江秀樹さんの定年楽園への道という記事に出会いました。そこで説かれていたのは、世間の平均ではなく自分の数字を見ろということ。このチャンネルではおなじみの言葉ですよね。当時私は妻と一緒に生活費の洗い出しを始めました。リタイア後の収支の見込みを可視化したんです。結果、豪華な海外旅行は多分行けなくても、たまに家族で美味しいご飯を食べ、ちょっとした旅行に行く生活なら十分可能だねという結論になりました。この数字による裏付けこそが私のリタイアの原点です。それと当時、いろいろな価値観が変わった事情もありました。2つ目は家族との住まいと暮らしの合意形成です。きっかけは郊外にあった実家の整理でした。悲しい出来事があった後のいわゆる実家じまいです。私は少し郊外への憧れもあり、将来あっちに住むのはどう？と妻と子に相談したんです。答えは即答でノー。今の家の方が便利で友達もいると。この話し合いを通じて私たち家族は今の環境を変えないという共通認識を持てました。同時に自分は少し早めにリタイアしたいという思いも自然な流れで共有できました。この事前のすり合わせがあったからこそ、今家族の白い目を感じることなく趣味に没頭できています。3つ目は趣味を単なる暇つぶしではなく、これからの人生の柱というと少し大げさですが、それに近いものとして昇格させたことです。
私はリタイア後、昔弾いていたエレキギターを再開しました。ただ弾くだけでなく、思い切って新しいギターを新調し、バンドメンバー募集にも応募しました。還暦を過ぎて知らない輪に入るのは勇気がいりましたが、これが大きかった。そこには世代も人生も違う人たちがいて、音楽という共通言語でつながれました。新しい楽器を手にするワクワク感も言葉にならないほどでした。定年後に趣味を探すのではなく、現役時代から種を作っておく。これはお金以上に重要な準備だったと思っています。4つ目は住宅ローンの完済です。これ、人によっては正解が違うと思いますが、少なくとも私には大正解でした。専門家はよく手元に現金を残して投資しろと言いますが、私はあえて株の一部を売って完済しました。これは通説とは逆の判断だったかもしれません。専門家の理屈はわからんでもないですが、無職になって毎月の返済があるストレスは想像以上に重いものです。私は前職で住宅ローンの融資を担当していて、過去動画で話したことがありますが、残債が大きいまま収入が減少すると、心の余裕が消え、行動がよからぬ方向に変わってしまう人を何人か見てきました。投資の期待値より精神的な解放感の方がはるかに大きい。完済したことで家計の見通しが劇的に明るくなり、心に本当のゆとりが生まれました。最後、5つ目はデジタルリテラシー、特に AI を活用することです。今の時代、YouTube を開けば憧れのギタリストの奏法が勉強できます。そんな素晴らしい環境に触れるうちに、私は発信する側にも興味を持ちました。さらに昨年からは AI も使い始めました。AI に丸投げしたような薄い内容の動画も見かけますが、そんな使い方はもったいない。AI はもっと面白いことができるんです。私は動画の挿入歌を作ったり、自分がパッと別の場所に移動するテレポーテーションのような、そんな映像を作って楽しんでます。ね、面白いでしょ？パクリやズルをする使い方じゃなくて、楽しい方の使い方をしたいんです。還暦を過ぎてもこんなことができるなんてワクワクしませんか？最新技術はとっつきにくいものじゃなく楽しみの道具。私にとって AI は楽しくて新しいエンタメなんです。この視点を持てたことが退職生活の楽しみになっています。家計、家族、趣味、ローン、そして AI。これら以外にももちろんありますが、この5つをやってみたおかげで、私は今
大きな不安なく、むしろ現役時代よりも毎日をワクワクしながら過ごせています。老後は決して終わりではありません。皆さんが今抱えている不安も一つずつ紐解けば、きっと定年楽園の扉は開きます。皆さんはどんな準備をされていますか？あるいはこれやっておいてよかったということがあれば、ぜひコメントで教えてください。これからの人の参考になります。このチャンネルでは定年退職リタイア後のリアルなお金の話や暮らし、趣味のことなど、リタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。小さな窓に朝が溢れ、急がない時計が静かに進む。まだじゃないけど暖かい、どうという名の居場所